クレジット現金ですもんね。そうです。伸びながら、じゃあ何も考えずに内ももがキューッと力が入ってくる感じ。綺麗、ナイス。そうです。戻しまーす。はい、オッケー。こんばんは。
突然の浴槽からの購入品紹介です。昨日ね、ビオトープによってその時にこのビルケンのフットケア用品を見つけてしまって気になって買ってみたんですけど、ビルケンのね靴皆さんご存知だと思うんですけど、私もよく履いてるんですが、ビルケンのサンダルって医療用靴の手法を取り入れてるのをご存知でしたか？多分ね有名だと思うんですけど、私なんか全然知らなくて、普通に可愛いっていうぐらいでビルケンのサンダルよく履いてたんですけど、この前キコちゃんとお茶した時にビルケンはねいろいろの靴の手法を取り入れてるからあれ履いてお散歩とかしてねみたいな言われて、あ、そうなんだって、そこからねまたビルケンのこと気になってた矢先、こちらのねビルケンのフットケア用品が最近新しく発売されたということで気になってね買ってみました。サンダルだけじゃなくて足のケアまでね新たに展開していこうっていうことだと思うんですけど、バスソルトとかフットクリームとかあとオイルとかいろいろあったんですけど、ちょっと気になったのはこちらのフットスクラブですね。これがなんかジェル状のスクラブらしくって、ふくらはぎからかかとにかけてケアするためのスクラブみたいです。こういう感じなんですけど、なんでこのねフットケア用品買ってみようかなって思ったのかっていうと、もう最近ねちょっとボディケアもちょっと力をね入れていかないと、そろそろいろんなところがカサカサしだしてるなって思い始めてて、特にこのね夏が近づいてきて最近サンダルよく履くんですけど、もう足の裏のねかかとらへんのところがもうカチコチなんですね。とにかくもう足がもうねカチコチだしザラザラで、これはスクラブなので古い角質をね除去してくれるということで、これから夏の時期にねちょっと重宝しそうだなみたいな足専用のスクラブとか面白そうだなと思って買ってみました。はい、あとはこちら軽石も買いました。こういう感じ。これは 100% リサイクルガラスで作られてるらしいんですけど、もうさっきもね言ったみたいにかかとがねカチコチなので、この軽石でちょっとこうかかとの裏を優しくこすって柔らかいかかとをね目指していきたいなと思って買いました。今日はねこちらを使って足のケアをねしていきたいと思います。はい、使ってみました。めっちゃ良かった。特にこのスクラブめっちゃいい。ジェル状だから、サラサラって伸びてくれて、足の先からふくらはぎまでスルスルっとマッサージする感じで気持ちよく使えて、なんか匂いはツーンとしたミート系の香りなんだけど、リラックス系の香りというよりかはどっちかっていうとなんか塗り薬みたいな、なんかどっかで嗅いだことあるなみたいな、そういう香りがします。でもなんかそれが逆に足をねケアしてるぞっていう気持ちになれて、私は結構好きでした。でも好き嫌いは割と分かれるかもしれない。リラックスするいい匂いっていう感じというよりかはもっとこうツーンとハーブって感じの匂いです。でもこれ本当にその後お湯で流したらもう肌ツルツルスベスベ最高というのも私本当に足のケア全然してなかったからっていうのがあって効果がね身に染みて感じてるっていうだけかもしれないんだけど、これチューブタイプだし使い勝手もいいしめっちゃいい。この軽石も良かった。スクラブの後にさっとこれを水に濡らしてかかとくるくるってするだけなんだけど、ちょっと一回やっただけでもかかと結構ね柔らかくなった感じがします。でも私的にどっちか一つっていうのだったらこのスクラブの方がおすすめ。今年の夏ねガンガン使っていこうと思います。以上お風呂からの報告でした。
おはようございます。今は朝の9時6分です。準備してこれから出かけるところなんですけど、今日はですね、私のブランドで発売されるトートバッグとスウェードバッグ、この2つの商品の商品撮影に行ってきたいと思います。はい、なので今ここにね、撮影用のバッグとか、あとは衣装とかいろいろ詰めてるんだけど、もうね、やっと発売までカウントダウンっていう感じで、皆さんにね、もうすぐ販売しますってちゃんと正式にお伝えできると思うんですけど、今回トートバッグもスウェードバッグも結構発売時期が近いというか、夏始まるぐらいのところで皆さんにねアナウンスするかなと思うんですけど、おそらく今の予定だとスウェードバッグは受注があって、それでね販売は終わり、前回のレザーバッグみたいに再販なしみたいな感じになると思うんですが、このトートバッグは最初ねいくらか在庫を持ってスタートして、そしてその後はどんどんね補充されていくという形で、皆さんがね買いたい時に買っていただけるような、そんなシステムにしていこうかなと思っています。はい、なので今日は撮影デーなので、服装としては上は、マリメッコで去年の秋冬とかに出たやつだったっけな、ウニコ柄がよく見ると入ってるブラウス、こちらを着てちょっとかっちりめでいきたいと思います。そこにいつものヤヌークの黒デニム履いてます。で今日は、商品撮影の前に、友達と朝カフェに行ってきます。気になってたところなんだけど、渋谷区にあるカフェでそこで朝活をして、そしてそのまま商品撮影に行くという感じですね。最近ねちょっと自分の中で喫茶店ブームがちょっとふつふつと来だしてて、昨日行ってたケニアン、あそこはもう昔からずっと大好きなんだけど、あそこのアイミティがもう本当に美味しいから、もうシャリシャリの氷がもう本当にたまらなくて、これからね夏暑くなってきたらぜひ皆さんね渋谷の方に行ったら寄ってほしい。バナナケーキも美味しい。今日行くところは初めて行く喫茶店、このね J クックっていうところなんだけど、ここの私がね食べたいのはこの犬のマジパン、可愛すぎて食べたくて行ってきます。はい、マジパン大好きなんですよね。ちょっとね当分東京の喫茶店巡りみたいなのを朝活がてら一人でも友達とでもしていきたいかななんて思ってます。今日のこの朝活の純喫茶はおまけみたいな感じなんだけど、いつもはね商品撮影フォトグラファーの方にお願いしてるんだけど、その方がねちょっと海外移住しちゃったから、今回は急遽私と彼で2人で撮影するので、ちょっとね気合い入れて行かなければなりません。はい、でそんな感じで今日も一日頑張りたいと思います。行ってきます。
おはよう。おはよおはよう。朝活。う。朝活。やりたい放題。なんかティー専門店じゃないここ。濃厚なカスタード。へえ。これも可愛い。なんかパリ行ったら。え、美味しそう。お疲れ様です。お疲れ様です。そうね、まあ、できることはやれたんじゃないでしょうか。はい、皆さん発売をお楽しみに。
久しぶりに面白すぎてというか良すぎて、このブラウニーを今冷ましてるこの時間に一気に読んでしまった本、星野道夫さんの旅する木という本。これがねすごく良かったので皆さんにもシェアしたいなと思って今動画回してみました。もうこんないっぱいドッグイヤーつけちゃったんだけど、久しぶりにガツンときたというか、すごいいい本だった。これはね、代官山蔦屋をうろうろしていた時にコーナーが作られてて、そこで平置きされてた本なんだけど、なんかこう気になってね手に取ってみて、これは星野道夫さんという写真家の方がアラスカに魅了されて、その自然の中で過ごしていくうちに感じたことだったりとか、あとは人との触れ合いで得たものっていうのをね、結構こう淡々となんかちょっと日記っぽい感じで書かれてるものなんですけど、すごくねなんかアラスカの自然がもう文字を通してもろに頭に入ってくるというか、もちろんこの中にね何の写真もないんですけど、文章読んでるだけでそのアラスカのその星野さんが見た景色っていうのをもう文字だけでも頭の中で想像できるんですよ。あ、こういうところでなんかカリブーっていう動物を見たんだなとか、こういう場所で狼の足跡をたどったんだとか、そういうその自然のその様っていうのをありありと文字で読ませてくれるこの文の素晴らしさに まずはね圧倒されたし、あとはやっぱりアラスカのその自然の中で起きる出来事、動物と出会ったりとか、あとは天候に左右されたりとか、そういう一つ一つの出来事が常に死と隣り合わせで、どこを読んでいてもなんかいつ死というのが待ってるのかわからないみたいな、そういう状況の中で、でもそれを自然に受け入れている動物だったりとか、あとはそこに住む人たちをこの星野さんは見ているからこそ、生きること死ぬことっていうのをすごく冷静に捉えていて、だから読んでてもこちらが恐怖を感じないんですよね。あ、そうだよなみたいな、生きるって本来こういう感じで常にこう死が近くにあるんだなっていうのを思い起こさせてくれる、そういう本なんですけど、本当にね好きだなと思った言葉があって、結果が最初の思惑通りにならなくてもそこで過ごした時間は確実に存在する。そして最後に意味を持つのは結果ではなく、過ごしてしまったかけがえのないその時間であるっていうね、この一文がすごく好きです。はい、この一文に出会えたっていうだけでこの本をね読んだ価値があったなって思います。なんだろうな、結構私はいつも自分の人生ってあとどれぐらい残ってるんだろうなって考えるんですよ。結構な頻度で週に 2,3 回ぐらいなんか寝る前とかに考えるんですけど、なんかそれは自分に起死燃料があるとかそういうわけではなくて、むしろなんか一日でも長く生きたいし、なんか死というものが結構怖いんですよね。でもなんかどこかで人生に終わりが来るっていうのは、生まれてくるもの全ての人生に終わりが来るっていうその事実は私に安心感をもたらしてくれるっていうね、この複雑な感情と結構いつも戦ってるというか、いつもすごく考えて過ごしているんですけど、人生って自分が思ってるよりも短いのかもしれないって思い始めてからは、本当に今を生きるっていうことにすごく注力し始めて、もうとにかく今を見つめるしかない、今を生きるしかないって思い始めたら、いろんなことから解放されて、例えば将来の不安とか、なんか起こってもないことに対する恐怖とか、あまり深く捉えなくなったというか、とにかくそんなこと考えてても意味ないし、明日もしかしたら自分はいなくなるかもしれないから、もうとにかく今できる最善のことをしよう、とにかく今自分にとっていいと思える選択をしよう。それでもしそういう時が来た時に、もうとにかく一日一日をよく生きたからいい人生だったみたいな感じで終わりたいなって、ある時からそう思って、それを全ての自分の行動に移して、この YouTube で私が伝えたいのも常に今を大事にしようっていうことだし、自分が持ってるブランドのコンセプトも今、明日じゃなくて今を見ようっていうことなんですけど、この本を読んでさらに私は今この瞬間をしっかり生きたいってそう思えた、そんな一冊ですね。なんかいろいろ語っちゃったんですけど、なんかすごくこの本を読んで自分の気持ちが高ぶっちゃったので、皆さんにシェアしつつ、私の生きる方向性っていうのももう一回
標準を当てられたというか、なのでちょっとうまくまとめれてはないと思うんですけど、とにかくおすすめ。人って生きるっていうことに向き合ってるようで向き合ってない瞬間のが多いと思うから、こういう本に触れると今を生きようって思えるから、気になった方はぜひチェックしてみてください。すごく良かった。If the world stopped turning tomorrow, if it all fell into the sea, I'd let it sink to the bottom, 'cause I only care about one thing, you know. No, none of it matters as much as you matter to me. No, none of it matters as much as you matter to me. いい？始まりました。最近土曜ラジオ第36回。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今週もラジオやっていきたいと思うんですけど、じゃん、ここに前回のラジオで私たちのねバイト遍歴っていうのをお話しして、今回のラジオでは私たちのやってたバイト先で美味しかったものっていうのを食べながら話していこうっていうのを喋りましたね。はいということで、私たちが今買ってきたんですけど、私は神戸屋キッチンと上島コーヒーでバイトしていました。で、彼がタリーズ。はい、はい、ということで、私は神戸屋キッチンでおすすめのパン、あなたはタリーズコーヒーのおすすめ、美味しい、美味しい、自分的好きなやつ。どういう基準で買ってきたの？懐かしドリンク。あ、懐かしドリンクね。はい、を買ってきてもらいました。開けていきたいと思います。じゃあ、あなたから。まずは、はい、ハニーミルクラテですね。ああ、もう、はい、エスプレッソシェイク、エスプレッソシェイク、ブラッドオレンジ、ああ最高、大好き。レーズンサンド。レーズンサンド食べたことない、これ。俺も怪しい。なんてじゃ買ってきた。いや違うレジ横で俺が働いた時に存在したものがこれくらいしかなかった、あ、そういうことね。あと全部一掃されてて。あ、チョコレートチャンククッキーは私大好きだった、いや昔から。多分、いやクッキーはあったけど、んいやなんかね全部ね、リニューアルされてんのがなんかそう、わかる。私もなかったよ、いろいろ。パッケージが違くて、そうそうそのなんか判断できなかった。これは同じものなのかどうかが。なるほどね。じゃあ私も開けるから取って。いやね、神戸屋キッチンといえばまずこのアーモンドペストリーなんですね。これはもう神戸屋キッチンといえばのやつなんで、もう買ってきました。みんなこれを買う。で、私的に一番大好きだったやつはこちら、バナナクーヘン。めっちゃバナナの香りしない？あと食事系のパン、ソーセージパンってやっぱどこのパン屋でも美味しいよね。でも私の当時こんな細長くはなかった気がする。なんかまあ形状が変わってる。あとはこれはなんか当時あった気がするっていう食べたくて買ってきてるでし当時あった気がする。これみんな好きだった気がする。リンゴパイ。ょ。本当はこういう大きめのパン、これは神戸屋スペシャルっていう食パンがあったの。それがすごい好きだったし美味しかったんだけど、もうなんとも作ってないんだって。だからその2番目に好きだったショコラブレッドにしました。はい、食べよう。じゃあ飲み物。あなたはハニーミルクラテでしょ。いや、ブラッドオレンジジュース。ブラッドオレンジジュースね。いやもうブラッドオレンジジュース美味しいよね。飲んでたよね。飲んでた。乾杯。乾杯。うまい。このねハニーミルクラテとブラッドオレンジジュースとエスプレッソシェイク、飲んだことないこれ。本当？美味しい。美味しいよね。まあハニーミルクラテはまあ多分タリーズで一番人気なんじゃないかな。いやもう一番美味しいよね。そうでもね、これ一個言いたいことあるの。ホットのハニーミルクラテって、シロップとか入れて、ラテ作って、上にね、蜂蜜でくる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 って円を描くの。でアイスはこれさ上にフォームが乗ってないじゃん、だからもう最後に蜂蜜入れてくれるんやけど、全部沈んじゃうの、でもね俺が働いてた時は、このアイスですらここにフォームを乗せてたの。でもそうだったかも。
当時はその全国的なオペレーションはこのアイスを作った後にうん余ったフォームとかを上に乗っけて、うんその上に蜂蜜をくるくるくるって変えて出してたの。でも俺が働いてる間にうんそのオペレーションなくなった。あ、なんでだろう。やっぱりそれめんめんどくアイスはいらないんじゃないそうっていうなったのそう。でハニーミルクラテが本当に美味しいよね。うんでもハニーミルクラテも私も本当に上のフォームと蜂蜜が好きだったの。あれをさ、こうちょっとチュルッ、わかるわかる。特にホットとか上をさ、チュルッってやって、からクッて飲むそうともう甘うまって感じで。蜂蜜が美味しいんだよね。そう、蜂蜜がさフォームの上に乗ってるから、んその蜂蜜ごとって食べれるのがね。そうっていうのがあったんだけど、まあこれはもう仕方ないですね。まあね、オペレーション的にね。もう正直味は変わんない。そうだね、味は変わただらない。最初に蜂蜜を舐めれるか否か。でもあの蜂蜜を舐めるのうんをすごい好きだった人いると思う。私もアイスの時も開けてチュルってしたもん。あれ美味しいんだよね。あれ美味しい。い。でもね、結構私タリーズではもうブラッドオレンジジュースばっかり飲んでたよ。あとさ、なんちゃらスクイーズってなかった？フルーツスクイーズみたいな。マンゴータンゴソワークル。違う。えフルーツジュースみたいな。フルーツ。ああ。トロピカルフルーツ。え？なんか、トロピカルフルーツなんだっけ、なんとかフルーツ。うんあったあった。ブラッドオレンジジュースと、うん。なんかフルーツなんかフルーツスクイーズ。当時ね、スクイーズみたいなの流行ったの。なんかこういうさ、タリーズじゃなくてもスタバとかにもライムスクイーズみたいな。あったね。あったでしょ。タリーズは、うん。スクイーズするのはもう紙パックの中だけやる。提供前に振るんだけど、うん。そのなんとかジュースと、うんブラッドオレンジジュースは、うんよく振ってから提供っていうのがうんマニュアルな、うん。たまに振ってないやついる振り甘いやつがいる。あね。新しいパックを開けたばっかりって、うん中にほら空気も少ないかうんうん、振りにくい。ら振りにくいわけ、うんだから一回新品開けてちょっと空気入れてあ振るんだけど、ーうん触れてないとうん酸っぱいんよ。あーね。ちゃんと混ざってないからね。チェックしよとう。あー上手ですちょうね。どしっかり混ざってますか。そういうのあるんだね。そうなんかねやけに酸っぱい時があって、それはね振りが甘かったりする。ごめんなさい、一旦じゃあえパンいきましょうか。そうね。次パン行きましょう。まあ、神戸屋キッチンのじゃあ一番のこの伝統といっても過言ではないこのアーモンドペストリーを食べてもらいましょうか。こちらは神戸屋キッチン創業以来のロングセラー商品。バターを丁寧に織り込んだデニッシュ生地にアーモンドの食感とキャラメル風味が引き立つように仕上げましたということで、みんなこれを買う。本当に？もうみんなこれ。しかももうこれをどんどん焼き上がる商品ですね。神戸屋キッチンでもう店舗で焼いてんの？店舗で焼いてます。はだからパン職人みたいないるんだいて、裏にあとケーキの職人、どっちもね社員さん。あ食べよう久々と言っても私はアーモンドペストリーあんまり食べなかったんだよね。高校生の時にさアーモンドってあんまりそそれないの分かる。高校の時はもっとなんかさ甘ったるいもの食べたかったの。いただきまおうまっ。す。美味しいでしょ。うんキャラメルの風味とアーモンド。うん初神戸屋キッチン。九州あるんかな。確かに神戸屋キッチンって九州あんのかな。そもそも都内にもね、うん何店舗かしかない。結構なんか縮小してきてる気がする神戸屋キッチン。ちゃんとね一個一個すごい美味しくて、やっぱこういうパイ系デニッシュ系がすっごい美味しくて、うんチョココロネとかさ、うんメロンパンとかそっちが人気じゃなくて、うんもうこういうパイばっかりみんな買っていく。うんミートパイとかもすごい有名で、それもすごいみんな好きで買っていく。おーじゃあ次これ食べて、このバナナクーヘン。もう私これ大好き。これ美味しいんだよ。うわもうバナナだから大好き。めっちゃバナナや。うんこれはねバナナ果肉とバナナジャムを練り込み、しっとり濃厚なバナナケーキに仕上げましたということで、これはねもうほんとバナナ好きさんはねもう一回は食べてほしい。もうバナナ確かにザ・バナナなのね。なんかね美味しい。ねっとりとしててめちゃめちゃ美味しいのこれ。これいっつも食べてた。でサクサク食べていこう。じゃあまず粗挽き。ソーセージ、うん。粗挽きソーセージこんな細かったっけって。あもうほぼソーセージや、うん。これもさ社員さんがくる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 巻いて焼いてたわ、そういえばと思って。うまい美味しいよね。あ、美味しい、懐かしい。これも人気。めちゃめちゃ人気。食事系パイはこれとミートパイがめっちゃ人気なんだけど、やっぱさっきも言ったけどなんかそのパイが美味しいからさ、なんかその全部さ海外系のパンの味しない？なんか海外にいた時食べるパンの感じ。うんどういうこと？
日本のお惣菜パンとかじゃないのよ、神戸キッチンってはいはい。こう日本のお惣菜パンふわふわのパンに入ってるでしょ、うんうんこれはもうパイ生地みたいな感じで巻かれてるでしょ。だからすごいね、私的には海外っぽいパン、めっちゃ美味しい。さあでは当時あったかどうかわかんないパン。でも多分あったと思う。これなんかね、リンゴのパイって、昔からいっぱいあったんだよね。すごいよね。神戸屋キッチンはね、こういうフルーツとかがもうキワキワまでね、もうみちみちに入ってんのよ。神戸屋キッチンのフルーツサンドとか見てみ。もうねフルーツばっかすぎて、もうクリームは全然ないからね。美味しい？面白い。でも見たこともないんだよね。そうでしょ。都内で言ったら、一番都内で行きやすいのは恵比寿のアトレのコンコース。お惣菜のところ。あそこにあるじゃん、神戸屋キッチン。ああ、はいはいはい、はい。ディンアードデルーカの真向かいぐらいかな。あれがそうなんや。当時私はさ、神戸屋キッチンの青と白のチェックのエプロン、不思議の国のアリスみたいな格好するんだけど、ウェイトレスさんみたいなシャツに青色の蝶ネクタイして、で下は青のふわっとしたスカート履いて、ここから下だけフリフリの青と白のチェックのレプロンをキュッてするのね、その制服だけで私入ったから可愛いと思って。今もそうだよ、あ、今もそうなんや。今もそう。見て見て、私好きそうだから。あ、本当だ。確かに好きそう。やっぱ神戸屋キッチンではちょっと高級パン屋さんかも。だからみんな仕事終わり閉店間際に半額セールとか、店舗によってはやるのね。てかうちはやってたの。その廃棄するのはもったいないでしょ、だから全部半額なの、それもみんな来てトレーの上全部いっぱい乗っけて、だって次の日の朝食べれるじゃん。そっか。次の日の朝ごはんか。そう、朝ごはん、だからみんなほんと閉店間際狙ってきて、っていう感じのパン屋さんでしたね。今回コメントがたくさん来てるので、それを読みながらバイトのこといろいろ思い出して喋っていこうかなと思います。みんなやっぱさ、バイトの思い出ってさ、やっぱ残ってるもんやね。そう、みんなめっちゃあった。まずこれ、毎週楽しく見てます。私も学生時代タリーズでバイトをしていましたが、メンズたちが可愛い女の子が来たら、コンパしようねって言ってたのを思い出して、めちゃくちゃ懐かしくなりましたね。なんか恥ずかしながらのタリーズギャグみたいなやつよな。わちゃわちゃね、しょうもない当時学生がね楽しむみたいなね、あとね、こんにちは、いつも楽しく拝見しています。前々から先生のタリーズのお話を聞いていて聞いてみたかったのですが、働かれていたタリーズは某百貨店の隣で川沿いの店舗ですか？現在中学生の娘を妊娠していた頃に通っていた歯医者さんの近くにあったタリーズに帰りに寄るのが毎月の楽しみでした。今回のお話を聞いて懐かしく思い出し、もしかしたら先生の接客を受けたことがあるのかもと失礼ながらお尋ねさせていただきましたということで。中1の娘？現在中学生の娘だから、待って、中1って何歳？13、4？こっちでちなみになんですけど、私この方が通っていた歯医者さん、私も通っていました。なんでわかんの？わかる。だってこのタリーズのとこの多分、ビルのとこの上の歯医者さん、歯医者さんだよ。すっごい優しく治療してくれる。俺ちなみにそこの上の眼科でコンタクトじゃあもう同じ世界線に生きてましたね。はい、そうです。某百貨店の隣のね店舗ですね。バレましたということで、さあそういうことでここからも続々コヨットリさんからいただいたお手紙読んでいきたいと思います。コヨットリネームちえさんからのお手紙です。ミクさん、先生、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝見しています。私はタリーズ勤務経験者です。先生のタリーズ話が聞けて嬉しいです。男子がコールを変えることありました。やっぱあるんや。だね。その場にいるスタッフが一斉に同じ方向を向くのを思い出します。そうだよね。タリーズで人気はやっぱり、ハニーミルクラテ、ヨーグルト&アサイも好きです。まだあった。あった。今日あった。あれも好き。レジオコのワッフルクッキーソイミルクが好きでしたが、今は違う味になってしまって少し残念。あとレーズンサンドは男性にも人気でした。今でも買っちゃいます。いやね、これだけ多分パッケージ変わってないの。マジで？もうあと全部ね、もう知らないパッケージになってたし。神戸屋キッチンで好きなパンはアーモンドペストリーと神戸屋スペシャルです。本当わかる。これからも応援していますということで、じゃあ先にあなたのタリーズ話をいろいろ聞こう。ハニーミルクラテは確かに超人気で、
多かった。うんでこのエスプレッソシェイク、これなんで買ってきたかってもう俺の中の、なんていうのかな、言いづらいけど、作るの超大変だったドリンク今あるってことはそれこそ12年近く続いてるんよ。これシェイクって他にも味あるよね。いや今でこそチョコリッサだっけ、チョコリッサ大好き。抹茶リッサとか、でもそれは俺卒業した後。あ、そうなんだ。でも当時は、こいつがいきなりシェイクっていう部門を作り出したの。あ、これいつだけ登場してきたの。そう、じゃじゃーんってそれまでは、スワークルって言ってさ、あ、スワークルのマンゴータンゴスワークルとか、うんなんかそういうのだったんだけど、でもそれはもうシロップと氷を一緒にシャカ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 って混ぜて、まあ、上にホイップ乗せるか乗せないかぐらい。そう、でもねこいつは違ったの。まずエスプレッソシェイクのエスプレッソをまず落とさないといけないの。あー、機械でね。そうエスプレッソをまず落とす、でもうシロップ入れる、でそこになんかねパウダーを入れるの。パウダー？うん、へでさらにバニラアイスをワンスクープ削って入れてだからシェイク。しかもそのなんていうのブレンダーっていうんだっけ、シェイカーがさ、ベタベタになるのだからもう一回ちゃんと洗って、多分シェイクだけは毎回初期洗機だった気がする。だからこんな美味しいんだ。手作り感あるもんね。だってこれがね、もう今でももちろんこのシェイク系だから夏に出てくるわけですよ。で、北九州の人は分かると思うけどワッショイとか分かる？北九州限定。いや、まあ、お祭りがあるよね。ワッショイあるね。大きいお祭りがあったり、ワッショイその時はもうとんでもなくさ、とんでもない行列ができるんですよ。もうワッショイやってるとこのすぐ近くの、もう一番いいとこのカフェだからね。そうこれね、十何年前、このエスプレッソシェイクが登場した時に働いてた人が、これを見たらもうね嫌な汗をかくぐらいすごく大変だったよ作るのが。でこれは何なんだと思ってアイスも硬いしさ、硬いね。基本的にバリスタは2人入るんだけど忙しい時はね、1人がひたすらもうアイスをねスクープし続けるっていう時間があるともう疲れがどっとたまるドリンクだった。だからもうね大変でしたよねっていう。でも今日ねこれ作り方見てきたの。あ、見てたんだ。なんか簡単になってた。エスプレッソはちゃんと落としてた、けどなんかアイスがガラス張りのところから削るんじゃなくて、調味料のさパカパカみたいな、親指でパカって蓋開くみたいな、これちょっとってしかもなんかスワークルマシーンも、俺らの時は氷も自分で入れて、蓋閉めて、セットして、もう一回カバーかけて、ボタンだった。でも今はなんかその容器をゴコンってはめたら、上から氷が勝手に落ちてきて作られてて、だからほら進化だよ。でも、そうなったのは多分現場からの、これやばいっつって全国のフェローたちから悲鳴が聞こえたはず。それで機械が導入されたと俺は思ってる。でもその機械導入してまでも注文が入るぐらいやっぱ人気だったね、これね。じゃなかったら消えてもおかしくないじゃんこの。そう美味しいんだよ、すっごい濃厚なんだよね。そうでもやっぱタリーズやっぱメジャーだったからかいっぱいタリーズで働いてましたみたいなコメント来てました。あとねちょっとこれ全部読めないんだけど、ロイヤルミルクティーにヘーゼルナッツシロップ追加が好きっていう方がいて、美味しそう。私が働いていた店舗ではある時から何でもヘーゼルナッツシロップを追加したら美味しいと話題になり、ヘーゼルナッツ教ができましたってこの方もね、最近アサイが流行ってますが、流行る前からタリーズではアサイの飲み物があり、バイト先のメンバーでは、うちらは流行る前から飲んでたよねって笑いながら話したりもしますあとねもう一つこちら、コウヨットリネームユンチョメさんからのお手紙です。ミクさん先生こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私もミクさんと同じく上島コーヒーでアルバイトをしていました。私は上島コーヒー店では金ごまミルクコーヒーが大好きです。当時私の店では金ごまミルクコーヒーや黒糖ミルクコーヒーなどは裏方で原液のようなものをピッチャーに仕込んでいました。その裏方係になった時には出来上がった金ごまミルクコーヒーを一人こっそりと味見するのが楽しみでした本当はほんの一口でいいのに気持ち多めに味見をしていたことを覚えています。今や金ごまミルクコーヒーはレギュラーメニューではなくなり、期間限定販売となっているようで寂しいです。クリーミーな甘いラテと香ばしいごまの組み合わせを久々に味わいたくなりました。私もこのね裏方にいる時にうちもねずっといっぱい味見したダメでしょ本当はちょっとでいいんだけど、もうなみなみついて、うまい
うまーってやってた。で私さコーヒー苦手なんだけど、上島コーヒーのそのなんちゃらミルクコーヒー系は全部美味しくて大好きで、これ金ごまミルクコーヒー本当美味しかったの。で私の好きなドリンクはアイスキャラメルミルクコーヒー。これもキャラメルコーヒーの上にクリームポッて乗せて、その上にキャラメルソースをかける甘いミルクコーヒーなんだけど、もうそれ大好き。めちゃめちゃ美味しい。あとは和三盆のアイスリッチミルク紅茶。そのお上品な甘さのミルクティー、甘いんだけどさっぱり飲めるやつがすっごい好きで、あと上島コーヒーのフードはクロックムッシュがマジで大好きなの。これ美味しいから今度食べてください皆さん。これがねモッツァレラ、ゴーダ、パルメザンの3種のチーズがかかってるんだけど、この上にかかってるねこの胡椒みたいなのが効いててねすっごい美味しくて、こちらが好きですだそうです。じゃあ他のバイトのエピソードを話していきたいと思います。コヨトリネーム本月さんからのお手紙です。ミクさん先生こんばんは。こんばんは。いつも楽しく動画拝見させていただいています。バイトの経験で忘れられないことですが、もう何年も前の話で、コンビニで深夜アルバイトをしていた際に駅が近かったので酔っ払いのお客様が多く、お酒を盗もうと走って出て行ったおじさんがいて、防犯カラーボールを人生で初めて投げました。私は当時ソフトボールやバスケットボールをやっていた球児女子だったので、2発目で見事命中しました。すげえ。すごっ。もうそれで私は大満足。よっしゃーと深夜なのに関わらず大きい声で叫びました。その後は、私の怖い先輩が捕まえてくれ無事収まりました。忘れられませんって。すごくない？あのオレンジのやつだよね。しかも2発目で見事命中ってさ、すごいね。大体2個しかないもんねあれって。運が悪すぎたね犯人は。そうだね。ソフトボールとバスケットボールやってた球児女子だったので現役だったからね。もう肩が温まってる常に。すごい、そんなことあんだね。あともう一つこちら、コウヨトリネームどっちゃんさんからのお手紙です。ミクさん先生こんばんは。学生時代コンビニでバイトしてた時の話なんですが、レジでお弁当の温めをお願いされました。数種類買われていたお客さんだったんですが、種類をしっかり確認せず温めたら、その中にネギトロ丼があったようで、レンジを開けたらネギトロ丼がツナ丼に変わり果てていました。さすがにそのまま渡すわけにもいかず買い取ったしくじりエピソードです。温めてしまったんですがいりますかって聞いた時のサラリーマンのドン引きしてる顔が忘れない。ツナ丼になるんや。意外と美味しそう。確かに意外と美味しい。めっちゃ面白い。いろんなことあるね。あとこちら、コウヨトリネームニコさんからのお手紙です。ミクさん先生こんにちは。私は高校生の時に後楽園でバイトをしていました。当時190円でまかないが食べれることができ、腹ペコ学生の私はラーメンに丼物に餃子、しかもダブルを食べていました。言うまでもありませんが人生史上最重量を記録しました。ちなみに今はミクさんと同じ小鳥並みの食事です。高校生の胃袋とは恐ろしいものです。生涯あの量を食べれることはないでしょう。若かったということで、高校時代にバイトしてそこのまかないが美味しすぎてめっちゃ太ったっていうコメントもいくつか来てた。というのと、私がこれをなんで取り上げたのかっていうと、私は後楽園が大好きですって。あの後楽園か。そうはいはいはい。今都内だと秋葉原にあるかな、ちょっと前まではね六本木にもあって、めっちゃ行ってたんだけど、私は後楽園が大好きってことをこの人に伝えなきゃと思って私は後楽園のつけ麺がもう大好き。死ぬ前に食べたい食べ物ベスト3ぐらいには入るぐらい好きあとはじゃあこちら最後、コウヨトリネームぼっちゃんさんからのお手紙です。高校から大学卒業までの7年間ミスタードーナツでバイトしていました。高校時代は接客、大学ではキッチンでドーナツ職人に。ドーナツを食べるのはそんなに好きじゃないけど、いかに効率よく作れるかを考えながら黙々と働くのが性に合っていました。ちなみに一番長く一緒にキッチンに立っていた先輩が今の夫です着地がちょっとバイト先で一緒に働いてた人と結婚したって人もめちゃめちゃいた。はい、そういう感じでたくさんバイトのエピソードいただきましてありがとうございました。楽しかったね読んでて、であとグランプリのアイデアも本当たくさんいただきまして、まあちょっとなんか検討しつつまた何か新しいグランプリ開催できればいいなと思ってますね。まあいっぱい来たのはカレー、あとはそうめん、アイス、ご飯のお供とかかな。そうめんいいなと思ったけどそうめんの味の違いを
難しそうだよね。そうだよね。まあでもアイスはねいいなと思って、私アイス大好きだからアイスはちょっと夏中どっかでやれればいいかななんてふんわり思ってます。でも本当いろんなアイデアいただいて本当いいなと思って、またなんかこれはどうですかみたいなのあったらぜひどしどしいただけると嬉しいです。そんな感じで今週の動画は以上です。引き続き最近土曜ラジオでは私たちへの質問、またお悩み相談、あとはトークテーマなど大募集中です。この動画のコメント欄にコヨトリネームをつけてぜひコメントいただけると嬉しいです。それでは今週のラジオは終了です。今週もありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画が面白いよっていう方がいらっしゃったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。バイバーイ。